上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。まず左足を右、こっちにねじります。こんな感じです。膝を床につけましょう。左肩、なるべく床に近づけましょう。お尻、腰、背中、背骨周りですね。ストレッチかけていきます。呼吸は止めないようにしましょう。膝を床につけて、左肩を床に近づけるとより伸びてきます。ただ無理しなくて大丈夫です。呼吸を止めないようにやっていきましょう。この腰回り硬いとね、デッドバグ腹筋やっても腰に効いちゃうので、しっかり伸ばしていきましょう。よし、OK。逆側いきます。右足を左、こっちにねじります。膝をしっかり床つけて、この右肩、なるべく床に近づけましょう。腰、お尻、背中、伸びる感覚ありますか？呼吸を止めないようにしましょう。この辺がね、伸びる感覚あれば OK です。無理にぎゅーっとねじるとね、痛めちゃうかもしれないので、痛気持ちいいぐらいで呼吸止めないように行っていきましょう。で、最近ウエスト僕測ってねって言ってるんですが、メジャー持ってない方ね、100円ショップ行けば売ってるので、ぜひ最寄りの100円ショップで買ってみてください。OK。上向きになりましょう。そしたら次は、左手万歳しましょう。で、体を右に倒します。こんな感じです。左の指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、左の脇腹、脇の下伸びてくると思います。伸びますか？この辺です。もうちょっとね、斜め前に倒したり、真横に倒したりとか、脇の下、脇腹伸びる位置探しましょう。上半身をね、もうこっち、右に倒しちゃうイメージです。呼吸止めないようにして、指先をね、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと伸びます。ただ、肩腰痛い方、無理しないでください。よし、OK。次、逆いきます。右手を万歳して、遠くに向かってぐーっと指先伸ばします。脇腹、脇の下、伸びる感覚ありますか？こんな感じですね。上半身ちょっと左に倒して、脇の下、脇腹伸びれば OK。肩腰痛い方、無理しないでくださいね。指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。上半身をなるべくこう左に倒した方が伸びますが、僕みたいに家が狭くてできないよって方は、真上に手をぐーっと伸ばすイメージでも脇の下伸びてくると思います。よし、OK。そしたら次は上向きに寝て、膝曲げたまま足を持ち上げます。前ももをお腹に近づけるイメージ。こうやってお尻がね、床から浮いてくるぐらい、しっかり足上げましょう。上げる。前ももお腹に近づけて、上げた時にちょっとこうやってお尻が浮くぐらいがいいです。頑張って、お腹意識して、腰痛い人無理しないで。で、結構お尻が上がらないって質問いただくんですが、手とか肘でこうやって床をして、ズルするとね、いいです、こうやって。そうするとお尻上がってきます。ズルしてももちろん OK です。よし、OK。そしたらまず膝曲げて、足下ろしたまま、片足ずつこうやって上げていきます。前ももしっかりお腹に近づける。この腹筋使う感覚ありますか？股関節、付け根や腹筋を使ってます。ゆっくりでいいので、しっかり前ももお腹に近づけましょう。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で動かすことが目的です。しっかり上げて。きつい。で、この次の種目からちょっと両手使うので、スマホをどっか床に置いて立てかけておくといいと思います。よし、OK。じゃあスマホは一回どこか立てかけておきましょう。両手で足抱えます。このまま反動をつけて、腹筋、ズボラ腹筋です。できますか？腹筋意識してくださいね。もしこれ起き上がれないよって人は、こうやって足抱えるだけでも OK です。ちょっと上半身をね、こうやって上げれば、腹筋、これだけでも効いてきます。余裕がある人はちゃんとこうやって反動つけて、腹筋ちゃんと意識してくださいね。きつい。頑張って、呼吸止めないで。きつかったら再生速度調整したりとか、途中でサボったりして OK です。よし、OK。そしたら、膝曲げたままでいいので、ドローインしていきましょう。息吸って限界までお腹を膨らませます。限界までお腹膨らませます。
もうこれ以上膨らまないってとこまで膨らませましょう。ゆっくり吐いて、ふー。吐いて吐いて、ふー。吐きながらお腹へこませて、ふー。お腹硬くして、ふー。よし、OK。もう一回息吸って。限界まで息吸って。この深呼吸のペースはね、僕と同じじゃなくてもいいですよ。限界までお腹膨らませて、ゆっくり吐いて、ふー。吐いて吐いて吐いて、吐いて、ふー。吐きながらお腹へこませて、お腹硬くして、しっかり吐き切って、ふー。よし、OK。ふー。そしたら次、右足、大きく外回ししていきましょう。時計回りと反対です。反時計回りで大きく回していきましょう。股関節がゴリゴリ鳴るよって方は、痛みがなければ大きく回しちゃって OK です。逆に痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。きつい。なるべく大きく回しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ラスト1回。よし、OK。そしたらそのまま左足も同じようにやっていきます。大きく外回し。こっちは時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。こっちも股関節、痛みがなければ大きく回して OK です。で、股関節がね、ゴリゴリなるのが気になるよって方は、股関節ゴリゴリなる方向けの動画がありますので、概要欄貼っておきます。あと、ズボラストレッチの教科書でもね、このゴリゴリなる原因とか解説しているので、ぜひ概要欄見てみてください。呼吸止めないようにしましょう。きついな。ラスト1回回しましょう。大きく回す。OK。そしたら次、左足を右、こっちにねじります。最初と同じようなポーズ取りましょう。そのまま股関節大きく回す。伝わりますかね。一応この方向的には反時計回りです。この僕と同じ方向で回していただければと思います。これもゆっくり大きく回す。スピード勝負じゃないです。これもゴリゴリ股関節とかね、腰が鳴るよって方は、痛みがなければ大きく回していいですが、痛みある場合は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。なるべく大きく。ラスト1回回しましょう。ぐっと。よし、OK。じゃあ、逆。右足を左。こっちにねじります。で、これで大きく股関節、回していきましょう。ゆっくり大きくです。結構ね、こう早くやりたがる方多いんですが、急いでもね、そんなに効果ないです。だったら普段動かさない範囲で大きく回した方がいいです。ただ、大きく回せる方、それでも余裕がある方は、スピードつけたらね、さらに負荷が上がります。呼吸止めないようにしましょう。この次からちょっときつい種目入ってきますからね。準備いいですか？きつかったらね、再生速度調整したりとか、途中でサボってもいいですからね。よし、OK。そしたら次は、膝曲げたまま両手は後頭部に当てて腹筋していくんですが、手で頭を持ち上げてから腹筋。頑張って。しっかり手で頭を持ち上げて。首で起き上がると首が痛くなります。ちゃんと手で頭を持ち上げて腹筋使って起き上がる。こんなに起き上がれないよって方も、肩甲骨がね、床から浮く。これぐらいでもね、めちゃめちゃ効果あります。きつい。首痛い方絶対無理しないで。ちゃんと手で頭を持ち上げて。頑張って。呼吸止めないで。ラスト1回。よし、OK。よく頑張りました。きつい。そしたら次。右足を大きく打ち回していきます。さっきと逆回しです。時計回りに回してます。大きく回しましょう。これも痛みある方は痛みない範囲で回していきましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回していきましょう。でね、やっぱり皆さんから結構コメントでいろいろ質問いただくんですけど、僕がちょっと手が回らなくて全部返せないので、この間動画の検索の仕方とか YouTube コミュニティに文面であげたんですけど、見てもらえましたかね。よし、OK。次左足いきますよ。大きく内回しです。なるべく大きく、普段動かせない範囲で回しましょう。痛みある方は痛みない範囲で OK です。で、そのさっき言った YouTube コミュニティの文面見てない方向けに今解説しますね。
例えば、足首のズボラストレッチないんですかってよく聞かれるんですけど、そしたら、ズボラストレッチ足首って、YouTube でも Google 検索でもいいので、検索すると出てきます。反り腰だったら、ズボラストレッチ反り腰。もうね、疑問をそのまま検索窓に入れると、YouTube とかね、Google すごい優秀なので、勝手に検索してくれます。ぜひ活用してみてください。OK。そしたら次は、いきますよ。問題のデッドバグなんですが、手を真上に上げて、片足ずつ上げる。上げる。どうですか？できますか？しっかり前ももお腹に近づける。余裕があれば、上半身も浮かせる。余裕があればでいいですよ。腰痛いから無理しないでくださいね。しっかり腹筋意識して、腹筋使うときに息吐くといいです。だから足上げるときに吐く。腹筋使えてますか？ラスト1回。オッケー。そしたら次、デッドバグ難易度2いきますよ。じゃあ、膝曲げて、足上げて、手は伸ばす。このまま対角線上に手と足上げる。手と足上げる。これ腰痛くない範囲でいいですからね。高く上げ切ったり、膝伸ばし切ると結構痛いので、途中まででいいです。これぐらい、僕と同じぐらいでもいいですからね。余裕があればしっかり手を上げ切る。膝を伸ばし切る。ちゃんと腹筋使えてますか？このね、運動不足の方にとってはね、対角線上に手と足上げるっていうのがかなりきついはずです。あれ、間違えた。こうか。こうか。できた。OK。